こんにちは、グリプトです。ビットコイン、アルト関連株ですね、総じて下落してまして、市場も悲観的なムードになってます。市場全体としてもネガティブなファンド出てるんですけども、仮想通貨市場単体で見てもですね、マイナス要素になるものが何個か出てますので、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダーチャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万3200ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、米住宅着工件数は予想以上でドル高要因となってるんですけど、トランプ大統領の方からプーチン大統領は合意を望んでない可能性があるとかですね、あとはウクライナは NATO に加盟しないという発信がありまして、昨日の若干停戦期待が生まれそうな内容から一変してリスクオフ要因になってますね。ドル円は 147.6 円台、米株指数、ゴールドが共に調整となってまして、ビットコインも一時11万3000ドル割れと、関連株も下落してます。あとビットコイン関連の話題では、ビットコインコフォートの総合トレンドスコアが低下しているのが一部で注目されています。で、こちらはホルダーの保有量ごとのグラフになってるんですけども、右側が一番最近の動向になってまして、一番下の小口からですね、一番上の大口まで全部が赤いグラフになってるんで、全体的に送金が目立ってると、売りが目立ってるとも取られるのかなと思います。あと個別株の方では各社それぞれファンド出てますけども、対象銘柄はすべてマイナス 6% からマイナス 8% と下落してます。で、ここにないトレジャリー株もですね、全体的に下落してますね。この中ではトランプメディアとかはですね、マイナス 41% と、大きく下落してます。あと他ではブロックチェーン企業のフィギュアが IPO を申請しています。ソーファイの共同創業者マイク・キャグニー氏の起業ということで注目されてますね。この市場が落ちてる中での申請となってますけど、こちらの今後の進捗にも注目です。あと日本のトレジャリーに関しては昨日ですね、メタプラネットはマイナスになってましたけども、あと他のホッタマル賞とか S サイエンスはですね、プラス 20% から30%、強く上昇してましたね。昨日も米株のトレジャリが弱くて、日本株の方が強い展開でしたけども、本日も同じような展開になるのか注目です。昨日の ETF は現時点ではマイナス2.09億ドル相当、流出傾向となっています。本価はまだ更新なしとなってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 2.55%、806億ドル相当、オーダーブックの状況としては、下の11万2000あたりが目立つ状況となっています。今後の指標としては、本日ニュージーランドの中銀政策金利で、日をまたいで FOMC 議事録、8月21日が米 PMI、8月22日にパウエル議長の発言が控えています。昨日ですね、今週の指標を見ると、昨日1日だけ指標が落ち着いてて、トランプ大統領からもですね、そのリスクオンに期待できるような発言があったんで、昨日に限っては上の要素が多いんじゃないかという話しましたけども、結局その後ですね、トランプ大統領が一変して、リスクオフ要因の発言が出て、指標も本日から重要指標を迎える形で、OI も減少傾向と、現時点ではもう下への要素が多い状態なのかなと思います。で、チャットだけ見ると、8月上旬のですね、この下値はまだ更新してないんで、反転の要素があるとしたらここなんですけども、ここをさらに下へ割るようだと、11万ドルの攻防が視野に入ってきますね。ただここで反発して、再度11万6000超えれば、トレテンに期待できるような展開になるのかなと思います。また新たなトランプ法が出るのか、それとも週末まで下落が続くのか注目ですね。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在4120ドル、BTC だっては 0.0365、先物の方では OI は全体でマイナス 1.19%、603億ドル相当、ETF は現時点ではマイナス 2.5 億ドル相当、香港はまだ更新なしとなっています。BTC 建ても
昨日からさらに下落してまして、こちらも0.035あたりで反発しなければ0.033のサポートが視野に入るのかなと思います。数日前からネガティブな要素が複数出始めて、その通りの結果となってますけども、こちらも今週どこで耐えるのか注目ですね。あとその他の動向では、まず米国の方でアメリカンイノベーションプロジェクトが立ち上がっています。こちらは主に米国の議員に AI や暗号関連の知識をつけてもらうための教育をする団体とされてまして、暗号関連の政策を推進してもらうための動きとされてますね。コインベースやクラーケンが支援している団体ということも注目されてます。あとはワイオミング州がステーブルコインフロンティアを発行してます。米国初の州支援のステーブルということで注目されてますね。またイーサ、ソラナ、アバクスなどをですね、7つのチェーンで展開されることも注目されています。あとイリノイ州の方では SB1797、SB2319 が証明となっています。内容としては SB1797 が取引所のサイバーセキュリティ強化、SB2319 が ATM 運営者の登録義務付けなどですね、どちらも暗号資産関連の消費者保護が目的とされています。あとはソーファイがライトスパークを採用してビットコインの国際送金開始を発表してたりしてますね。あと韓国の方では取引所に仮想通貨貸付サービスを停止するよう命令が下っています。こちらは適切なガイドラインが策定されるまでユーザーに損失をもたらさないようにするための動きとされてますね。暗号資産市場が熱い韓国の規制なんで、こちらもネガティブな要因として取られるのかなと思います。あとアルト関連の話題では、リップルがジェミニの IPO に7500万ドルの信用枠を提供していたことや、スカイブリッジが3億ドル相当の資産をアバランチチェーン上でトークン化する計画を発表したのが話題になっています。これらの進捗にも注目ですね。アルトのチャート的には、上位陣は全てマイナスとなっています。で、XRP も結局3ドル割った展開となってまして、で、こちらは8月上旬の下値も更新してるんで、次 2.7 ドルあたり視野に入ってそうではありますね。こちらも今後反転する要素が出るのか注目です。あとはアバランチですね。こちらも同じくサポート割った展開となっています。で、一応、冷やしのサポートあたりですけど、こちらも再度反発できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。一気にネガティブな要素が増えた印象ありますけど、今週のパウエル議長の発言までどこで落ち着くのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。